電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回のお話はですね、これよく高齢術というものがありますね。例えばこっくりさんであったりですね、あるいは他の方法の高齢術もこれ実は世界にはたくさんあるんですね。で、最近面白いというと不謹慎かもしれませんけれども、ある男性の方がですね、それらを組み合わせて一度できるんじゃないかっていうふうにして、された、高齢術があるんですけれども、この高齢術にまつわるお話を本日させていただこうというふうに思います。この男性はですね、いわゆるこっくりさんとか、あるいは百物語でろうそくを消していくっていうのがありますけれども、そういった方法だとか、いろいろなものを、自分なりにですね、ミックスして友達数人とそれをされたそうなんです。で、一度これをやってみようということで、ろうそくをたくさん部屋中に並べて、真ん中にはこっくりさんのテーブルを置いたり、いろんな、ちょっと詳しく実はお話ここでするわけにはいかないんですけれども、これをするともしかするとできるかもしれない。いろいろされたそうなんです。そうしますとちょっとここでは例えとしてこっくりさんを挙げさせていただきますけれども、いろいろなものを周りに置いて真ん中のテーブルでこの男性数人がこっくりさんは始められたそうなんですね。そして実際にこれ本当に動くのかなと半信半疑でいながらやっているとスーッとやっぱり動き出したそうなんです。それと同時に周りのろうそくとかが消え始めたりですね、あるいは他のものが動き始めたり、いろいろな現象がその部屋の中で起こったそうなんです。本当にこれは恐ろしいと突然思い出して、いやもう途中でやめようって言って途中で皆さんやめられたそうなんですね。そしてやめて、実際にこんなことが本当にあるんだな、怖いな。で、カメラも回してられたそうなんですけれども、そのカメラを見るとですね、実はこのカメラには何も映ってなかったそうなんです。声すらも入ってなかったそうなんですね。ですから、後になってですね、せっかく証拠となるものが取れてないのが残念だななんて話をしていますと、友人の一人が、しゃっくりのような何かリアクションをするそうなんですね。で、どうしたしゃっくりが止まらないのって言うと、その友人が首を半分傾けた状態で、もう今日は帰ろうかな。急にどっと疲れたような感じに見えたそうなんですね。普段非常に明るい友人の方らしいんですけれども、その日は何か疲れたように、もう俺帰ろうと思う。なんとなくいつもと雰囲気が全く違ったそうなんです。そして、ちょっと大丈夫かって言うと、いやもういい、帰る。一人スーッと突然帰られたそうなんですね。その後、他の友人も心配して、明日ちょっと様子を見に行こうねって言って、次の日になってその男性の部屋に行かれたそうなんです。そうしますとその男性が、ナイフを持って今にも自分の手首を切ろうとしてた。その瞬間に出会ったそうなんですね。で、おいおい大丈夫か、何をしてるんやって言ったら、今、俺何してた？そう聞いてくるそうなんです。いや、今まさに自分の手首を切ろうとしてたよって言ったら、そんなこと仕掛けてた？そんなこと言うそうなんですね。で、何かあったの？聞いても、いや、自分でもよくわからない。そんなこと言うそうなんです。そして、ある友人がですね、これはもしかすると、高齢術で降りてきた霊が友人に乗り移ってるんではないか。そう心配になられたそうなんです。そしてどうしようと思って、とりあえず、今日近くのインターネットで調べてですね、お祓いをしてくれるような方がおられないかいろいろ調べると、一人該当する方がおられた。すぐそこに電話をしてですね、こうで、こんなことをした結果友人がこうなりましたって言うと、じゃあすぐにお祓いしましょうということで、その方のところに行かれたそうなんですね。そして、お祓いをしてもらって、これで安心だと思ったその瞬間、どっとこのお話をしてくださった男性の両肩が重くなったそうなんです。あれ？お祓いが終わった途端体が重くなったな。そして頭もなんとなくぼーっとする。眠いとはまた違った感覚だったそうなんですけれども、疲れたとも違う。眠いとも違う。ただ頭はぼーっとしている。そして両肩が重かったそうなんですね。そして終わってすぐに祈祷師の方に、いや、
僕なんかちょっと両肩が重いんですけれども、そんな話をしたそうなんですけれども、あなたは大丈夫大丈夫。ところで、この友人の方は大丈夫ですか？そう友人に声をかけられたそうなんです。そうするとその友人が、今までずっと体が重くてぼーっとしてたんですけれども、なんかはっきりと元気になりました。ありがとうございます。祈祷師の方にお礼を言ってられるそうなんですね。それを見ながら、いや、今度私が重くなってるような気がするんですけど、そう祈祷師の方に言うと、祈祷師の方がパッとご覧になられて、もう出て行ってください。もう今日はこれで終わりましたから、もう二度ともうこういうことしないでください。もう出て行ってください。しきりに帰らそうとするそうなんです。そしてその圧に押されて、じゃあみんなで帰ろうかということで、ご友人の方もこの男性も一緒に各家に帰られたんですね。で、帰られてから数日後、ずっと肩が重い状態で過ごしてられたそうなんですけれども、ある日、この方ちょっと詳しくはお話できないんですけれども、アルバイトをされておられまして、アルバイト先でアルバイトが終わった後、体が重いと思いながら歩いてると、急にですね、走りたい、そんな感情に襲われたそうなんです。ランニングですよね。走り出したい、突然自分でそう思って、うわーっと道を走り出したそうなんです。そして気がつくと、ブブー、車が横から来て、どうやら車道にですね、突然自分が飛び出したそうなんです。で、車の方がそれに気づいて止まってくださった。うわ、ごめんなさいごめんなさいって言いながら歩道に戻った。なぜ自分は急に走り出したくなったのか、よく自分でも説明がつかなかったそうなんですけれども、よかった。もうちょっとで大きな事故になるところだった。いや、これはもう早く家に帰ろうと思って家へずっと着くんですけれども、いつもならこの方の住んでいるマンションがあるんですけれども、このマンションエレベーターで上に行くんですけれども、この日はなぜか階段で上がりたくなった。階段でずっと上がっていくそうなんですけれども、自分の住んでいる階を越えてずっと上まで上がりたい。屋上まで行きたいという感情にとらわれたそうなんですね。そしてカン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 と上まで非常階段を登って屋上に行って扉をガチャッ開けようとしたら鍵が閉まってた。それをしきりに開けたいっていう衝動に駆られたそうなんですね。そうしますと、実は屋上の扉っていうのが防犯機能がついてまして、そこをあまりガチャガチャすると、どうやらマンションの管理会社に通報が行くそうなんです。そしてそれに気づいた管理会社の方が来られて、そこで何してるんですか？声をかけてもらった。その瞬間、はっと正気に戻って、すいません。なんか突然屋上に行きたくなったんです。いやいや、どうしてですか？管理会社の方に聞かれたそうなんですけれども、それも自分でよく理由がわからない。で、すいません。申し訳ないです。今後はこういうことがないようにしますということで、自室に戻られたそうなんです。そして部屋に戻ってから、なんとなく、これ、もしかすると自分は命を捨てたくなる、そんな衝動に駆られてるんではないかな。自分が自分に殺されるんではないかな。そんな気持ちに襲われたそうなんですね。そして次の日になって友人の人たちに連絡をしてですね、実は昨夜こんなことがあったんだ。そういう話をすると、いや、なんとなく友人から見ても、なんかちょっと様子がおかしいよ。普段の自分じゃないみたいよ。そんな風なことが言われたそうなんですね。そしてですね、このままでは自分が命を落とすんではないか、その危険を感じたので、すぐに実家の家に戻られたそうなんです。そしてご両親に、いや、実は今最近精神がおかしいのか、こういうことがあってという話をすると、もしかするとそれって霊的な現象じゃないか。高齢術をしたり、お祓いに行ったりっていうその前がありましたから、おかしいんじゃないか。家族の人にそう言われたそうなんですね。で、いやー、そうかな。そんな霊的なことが、でもちゃんとみんなでお祓い行ったからな。でも、お祓いに行ってから体が重いんでしょ。もしかすると、友人に乗り移ったものがあなたに乗り移ってきたんじゃない？そんなことも言われたそうなんですけれども、でももう祈祷師さんがもう二度と来るなというようなことを言われてたんで、生きにくいしなーなんて話を実家でお話ししてますと、実家のお母さんがですね、そうか、おばあちゃんが生きてたらな、そう言ったそうなんです。
おばあちゃんなんかできたのって言うと、このおばあ様、亡くなったおばあ様が実はちょっと霊感が強い方だったそうなんですね。で、おばあちゃんがいたらなんか助言をしてくれたかもしれないのにな、そんな風に言われたそうなんですけれども、今はもうおばあさんおられませんから仕方がない。一度ちょっと明日になったら、どこかのお寺さんとか、神社さんに相談してみようということで、その日は、実家で泊まられることになったんですね。そしてなんとなくその日、おばあちゃんが使ってた部屋で寝よう。おばあちゃんが亡くなっても今は使ってられないんですけれども、その部屋には大きなお仏壇があるそうなんです。そしてなんとなくお仏壇に手を合わせて、おばあちゃん、僕こんな感じだけど今日はちょっと一泊泊まらしてね。そう言ってその日、布団を敷いてですね、そのお布団で寝られたそうなんですけれども、寝て気づくんですけれども、このおばあちゃんのお仏壇の横にはずっと先祖代々ですね、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、で、おじいちゃん、おばあちゃんというふうにして、家がずっと飾られたそうなんです。そして、ああ、そうか、そういえば、おばあちゃんの部屋にはこんな家があったな。なんとなく子供の頃を思い出して、ああ、おばあちゃんそうだったなと思って、ずっと見てますと、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん。おじいちゃんに、そしておばあちゃんの家を見たときですね、なんかちょっと違和感があったそうなんです。寝ながらですから薄暗い中、家を見て、なんとなくおばあちゃんの写真がおかしいな。よく見ますと、なんと家の中のおばあさんが白目を向いてるそうなんですね。家を撮るときに白目を向くなんてことあるかなと思ってじーっと見てますと、このおばあさん白目を向いた状態で写真の中で苦しそうにしてるそうなんです。そしてそのうなり声が聞こえてくるそうなんですね。怖いと思いながらももう布団の中で動かない方がいい。なんとなくそう思ってずっとそのおばあちゃんの家を見てますと、白目を向いたおばあちゃんがガタガタガタっと写真の中で揺れるそうなんです。そしてどうやら歯を食いしばってるのか、苦しそうにされてる。家の中のおばあちゃんどうしたの？そう思いながらずっと家を見て怖いな怖いなと思ってたそうなんですけれども、家の中でおばあさんが歯をぐっと食いしばってるその口元から泡のようなものまで見えるそうなんです。おばあちゃんどうしたのと思いながらふと思った。そうか。自分に取り付いている何かとおばあちゃんが戦ってるのかもしれない。そう思ったそうなんですね。そしてこの男性、お布団の中で手を合わせて、なみよほれけきょ、なみよほれけきょ。おばあちゃんありがとう。もしおばあちゃん戦ってるなら僕も一緒に拝みますっていう気持ちでずっと手を合わせていたそうなんですね。そうしますとおばあさんのぐーっと苦しそうに食いしばってた感じがなくなっていって白目を向いてられたそうなんですけれども、これがどんどんと元に戻っていったそうなんです。そして元あったおばあさんのにこやかな家に戻ったそうなんですね。そしてその瞬間、なんとこの男性涙がボロボロと出てきたそうなんです。この高齢術をむやみやたらとやってしまって用もないのに霊を読んでですね、大変迷惑をかけてた自分は周りの人たちにもしかすると大きな迷惑をかけていたんではないかな、そう思って再び手を合わせて、おばあちゃんもしかりなんですけれども、あの高齢術を、見よう見まねでいろんな悪ふざけでやったことを、深くお詫びされたというふうに、おっしゃっておりました。という話を、聞かせていただいたんですけれども、これですね、おばあ様がお孫さんを助けようと何か努力をされてたんだと思うんですけれども、私たちっていうのはご先祖様とかお亡くなりになられた方から見守っていただいているということがありますね。ただですね、見守ってくださっているということで、決してですね、私たちが何も努力しなくても助けていただくということでは決してなくって、やはり私たちが普段から努力をしてそして、見守ってくださるそういった力が、加わるいわゆる自他力本願というものが、大切だと思いますね。自分の力と、他力、いわゆるご先祖様であったり神様仏様の力がそこに加わって自力と他力が
両方合わさって自他力本願というふうに言うんですけれども、そういったものの考え方をしないとですね、何かご先祖さんが何とかしてくださるとか、神様が何とかしてくださってるとか、全く他力になるんではなく、ご自身も、注意を払って生活していただきたいと思います。そして、この男性のようにですね、見よう見まねで高齢術をしてしまうとですね、かえってこれ亡くなったおばあ様に今回はご迷惑をおかけしただけではなくって、高齢術で呼ばれた、その動物なのか何かわかりませんけれども、そういった例にも、迷惑をかける結果となりますね。そして目に見えないものは少し置いておきますと、私たち生きている人間も同じですね。人にお願いするばっかりで、依存ばっかりしてですね、自分が全く努力しない。そんな生活をしていますと、必ずどこかで行き詰まってしまいますので、どうか、まず自分が努力をすることで、そして他人にも少しお手伝いをしていただくぐらいの気持ちで、生活していただきたいなというふうに思います。ということで本日の怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。